んばんは。のんびり日本語ポッドキャストへようこそ。山本ひろとです。今日も一日の終わりにゆっくりとお話ししましょう。皆さん、こんばんは。高橋遥です。今日もひろとさんと一緒に温かい時間をお届けします。よろしくお願いします。はるかさん、最近なんだか少し疲れていませんか？わかりますか？実は、ちょっと肩の力が入っている気がします。やらなければいけないことがたくさんあって、なんだか毎日忙しく感じてしまうんです。そうですか。毎日頑張っている証拠ですね。でも、頑張りすぎると心が少し硬くなってしまいます。今日のテーマは、休むことへの罪悪感です。罪悪感。少し難しい言葉ですね。そうですね。罪悪感というのは、悪いことをしてしまったなぁと自分を責めてしまう気持ちのことです。休んでいる時に、こんなことをしていていいのかなと不安になることありますよね。ああ、それ、すごくよくわかります。休むことはいいことのはずなのに、なんだか悪いことをしているような、申し訳ない気持ちになります。ええ。今日はその罪悪感を少しずつ優しくほぐしていきましょう。はい。皆さんも温かい飲み物を飲みながら、リラックスして聞いてくださいね。それでは始めましょさて、はるかさんはせっかくの休日に何も予定がないとどう感じますか？朝、目が覚めた時に、今日は何もないなって、最初はとても嬉しいんです。でも、お昼の12時くらいになると、なんだか少し焦ってくるんです。もう一日が半分終わってしまった。今日も何もできなかったって。せっかくの休みが無駄になってしまったと感じるんですね。そうなんです。本当は掃除をしたり、日本語の勉強をしたり、本を読んだり、いろいろできたはずなのに、ただ布団の上でゴロゴロして、スマホを見て一日が終わってしまうと、すごく自分が嫌になってしまいます。確かにその気持ちよくわかりますよ。私たちの生活にはいつも何かをしていなければいけないという見えないルールがあるような気がします。見えないルールですか？ええ、時間を上手に使わなければいけないという強い気持ちですね。だから何もしないでいるとルールを破ってしまったような気持ちになるのかもしれません。確かに、自分の中にとても厳しいルールがある気がします。大丈夫ですよ。そのルールは少しだけお休みさせてもいいんです。ここまでは休むことへの罪悪感について私たちの日常から話しましたね。次は別の視点から考えてみましょ別の視点ですか。どうして私たちはそんなに焦ってしまうんでしょうね。そうですね。一つの理由はやっぱり他の人と比べてしまうことだと思います。ああ、それ、本当にそうです。スマホで SNS を見ると、休日に素敵なカフェに行きましたとか、今日も朝から勉強を頑張りましたとか、みんなすごく
キラキラしているように見えます。そうですよね。画面の向こうの人はみんな毎日を全力で楽しんでいるように見えてしまいます。でもそれはその人の一番いいところだけを見ているからですよ。一番いいところですか？はい。どんなにキラキラして見える人でも部屋でパジャマのままぼーっとしている日はあります。ただそれを SNS に載せないだけなんです。確かに。わざわざ今日は何もできませんでしたとは投稿しないですよね。そうです。だから自分だけがダラダラしているように感じてしまう。でも自然の世界を見てみてください。木や花も一年中咲いているわけではありませんよね。冬の寒い時期は葉を落としてただじっと休んでいます。それは春にきれいなお花を咲かせるための大切なお休みの時間なんです。冬は休むための大切な時間。なんだかとても美しい言葉ですね。人も同じです。いつも満開の花を咲かせることはできません。だから今は自分の冬の時期なんだと言ってあげてもいいんですよ。今は冬。そう思うとなんだか心がふわっと軽くなりますね。ここからはもう少し深く考えてみたいですね。はい。では、具体的にどうすれば罪悪感を持たずに休むことができるでしょうか？私は休むことを一番大切な予定にするというのをお勧めします。予定ですか？カレンダーに書くようなものですか？ええ、土曜日の午後3時から午後5時までは何もしない時間と書いておくんです。その時間はスマホも勉強も仕事もすべてお休みします。それ、なんだか特別なイベントみたいでワクワクしますね。そうなんです。時間が余ったから休むのではなく、休むために時間を取るのです。私はいつも時間が余ったら休もうとしていました。だからうまく休めなかったんですね。そうですね。現代の私たちは意識して時間を取らないと休めなくなっていますから。他におすすめの休み方はありますか？そうですね。五感、つまり目や耳や体を優しく癒してあげることです。例えば、温かいお風呂にゆっくり入る。好きな香りのお茶を入れてみる。または、ただ静かな部屋で目を閉じて、自分の呼吸の音を聞いてみる。それを聞いているだけでなんだか少し眠くなってきました。いいですね。眠くなったら眠ってしまっていいんです。それが体が休みたいと言っているサインですから。体の声に耳を傾けるですね。少しずつ練習してみたいです。今日は休むことへの罪悪感についてゆうとさんとたくさんお話ししましたね。そうですね。とても大切なテーマでした。リスナーの皆さんも
新しく出てきた言葉、罪悪感を覚えてみてくださいね。自分を責めてしまう気持ちでしたね。皆さんは最近ちゃんと休めていますか？もしこんな風に休んでいるよというおすすめの休み方があれば、ぜひコメント欄で教えてくださいね。はい。皆さんの温かいコメントを楽しみに待っています。この番組が皆さんの忙しい毎日の小さなオアシスになれたら嬉しいです。もし気に入っていただけたら、チャンネル登録と高評価をお願いします。今日はこのポッドキャストを聞き終わったら少しだけスマホを置いて目を閉じてみてください。そうですね。皆さん、今夜はゆっくり休んでくださいね。それではまた次の静かな夜にお会いしましょう。バイバーイ。おやすみなさい。